ここに1枚の写真がある。終戦直後、真珠湾に停泊する2隻の潜水艦だ。艦橋には I400 の文字が見える。この白黒写真に AI で色を与えてみる。白黒の写真はどこか遠い時代の記録に見える。だがカラーにした瞬間、一気に現実味が増す。錆びた船体の質感、真珠湾の青い海、80年前の光景がまるで昨日のことのように迫ってくる。注目してほしいのは甲板に見える巨大な円筒形の構造物だ。これは核のウトウと呼ばれる。この中に攻撃機を3機も収納することができた。潜水艦から飛行機が飛び立つ。現代の感覚では信じがたいが、80年前にそれを実現した潜水艦がある。全長122メートル、水中排水量6500トン。当時世界最大の潜水艦だった。その名は400型潜水艦。日本海軍が極秘裏に建造した潜水空母だ。この潜水艦にはある壮大な任務が与えられていた。太平洋を密かに横断し、パナマ運河を攻撃せよ。アメリカの大動脈を断ち切り、戦局を一変させる。それが400型に課せられた使命だった。だがこの作戦が実行されることはなかった。そしてこの潜水艦にまつわる物語には、終戦の日に始まるもう一つのドラマがあった。全員で自沈せよと命じた司令官と、それに背いて204名の命を救った艦長。今日は400型潜水艦の貴重な写真をカラー化しながら、世界最大の潜水空母の姿を振り返ってみよう。白黒写真のカラー化にあたり、協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの覆面方法では、従来のように白黒の上に色を塗るのではなく、AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これは従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。サイトには当チャンネルで使用したカラー写真の閲覧や保存をすることができるので、ぜひこちらもチェックしてみてほしい。401の全体像、終戦直後、洋上で撮影された1枚だ。この白黒写真に AI で色を与えてみる。全長122メートル。通常の潜水艦の2倍近い巨体だ。甲板の上に大きな円筒形の格納塔が見える。この中に愛知航空機が開発した特殊攻撃機セーランを3機収納できた。水上速力、重浮力、水中 6.5 ノット。56秒で潜航が可能だった。122メートルの巨体がわずか56秒で海中に消える。航続距離は地球1周半に相当する約37,500海里。120日間の連続航海が可能で、これは米潜水艦の2倍の期間だった。乗組員は204名。当時の潜水艦としては異例の大所帯だ。燃料は1750トンを搭載し、4ヶ月分の食料を積み込んだ。アメリカの東海岸まで往復しても途中で補給する必要がなかった。つまりこの潜水艦は地球上のあらゆる場所を攻撃できる兵器として設計されていた。山本五十六、真珠湾攻撃を計画した連合艦隊司令長官だ。 AI でカラーにしてみる。身長160センチ。日露戦争で左手の指を2本失い、芸者たちからは冗談で80銭と呼ばれた。爪のケアに10本分の100銭ではなく8本分の80銭で済むからだ。山本はその愛称を持ち前のユーモアで受け入れていたという。真珠湾攻撃の成功後、山本は次の一手を考えていた。日本がアメリカに長期戦で勝つことは不可能だと山本は理解していた。かつて首相の近衛文麿に問われた時、こう答えている。最初の半年は暴れてみせる。だが2年3年となると自信はないと。真珠湾から帰還した機動部隊を旗艦長門に集めた山本はこう語った。潜水艦から飛行機を発進させてアメリカの主要都市に爆弾の雨を降らせれば、アメリカ国民は戦意を失うだろうと。山本は1919年23年にアメリカを訪れ、デトロイトの自動車工場やテキサスの油田を視察していた。ワシントンの日本大使館に駐在した経験もある。アメリカの工業力が日本をはるかに凌駕していることを身をもって知っていた。だからこそ心理的な打撃を与えることに長けた。ワシントンとニューヨークを爆撃する。実質的な被害は限定的でも心理的な衝撃は計り知れない。真珠湾の二の舞を許すのかと
アメリカ国民に突きつける。空母機動部隊をもう一度送り込むのは不可能だ。だが、潜水艦なら気づかれずに接近できる。問題は、爆撃機を積める潜水艦がまだ存在しないことだった。昭和17年1月13日、真珠湾攻撃からわずか1ヶ月も、海軍軍令部は山本の構想を検討し、潜水艦建造の専門家と会議を開いた。軍令部で潜水艦を担当していた参謀は有泉龍之介、後に400型の潜水隊司令となる男だった。こうして世界最大の潜水空母の建造が始まった。核ノート防水扉だ。人と比べるとその巨大さがわかる。 AI でカラーにしてみる。この扉は海水の圧力に耐え、敵の機銃掃射にも耐えられる厚さで作られた。各能登の長さは約30メートル。プロペラの直径に合わせた円筒形の構造だ。この中に攻撃機セーランが翼を折りたたみ、フロートを外した状態で収納された。3機のセーランが縦一列に押し込まれていた。出撃命令が下ると、この扉を開き、レールに沿ってセーランを引き出す。翼を広げ、フロートを取り付け、カタパルトに据える。当初は組み立てに時間がかかったが、訓練を重ねるうちに、わずか数分で発進準備が整うようになったという。潜水艦のカタパルトから攻撃機が射出される。10トンの飛行機を海上から打ち上げる。これまでにない発想だった。核ノートの内部だ。飛行機を搬出するためのレールが奥まで続いている。AI でカラーにしてみる。鋼鉄の円筒が潜水艦の全長の約4分の1を占める。潜水艦の上に飛行機の格納庫を乗せるという発想は当時の常識を超えていた。日本海軍は1920年代から潜水艦に偵察用の水蒸気を搭載してきた。だが、それらは偵察専用の小型機で攻撃能力はほとんどなかった。山本が求めたのは爆弾や魚雷を搭載して敵を直接攻撃できる機体だった。愛知航空機が開発したセーランは最高速度474キロ、800キロの爆弾または航空魚雷1本を搭載できた。ただし、この作戦は片道攻撃だった。フロートを捨てて速度を稼ぎ、攻撃後は海面に着水して搭乗員だけを潜水艦が回収する。帰りの燃料はない。飛行機は使い捨てだった。核ノートの中から外を見た写真。日本人乗組員たちが荷物を下ろしている。 AI でカラーにしてみる。核ノートの中に大勢の人間が立っているのがわかる。この空間に飛行機が3機入っていたとは信じがたい。終戦後、米軍はイオン100型を接収し、乗組員に指示して艦内の物資を運び出させた。この写真はその時に撮影されたものだろう。飛行機はすでに海に投棄された後で、核ノートの中は空になっている。降伏直前、南部艦長はセーランを全機対中に投棄するよう命じていた。有泉司令も証拠隠滅には同意した。この秘密兵器をアメリカに渡すわけにはいかなかった。セーランは翼を塗り替えたばかりだった。アメリカ軍の塗装に偽装して攻撃するために。核ノート内部のもう一枚。レールの両側に布や資材が積まれている。 AI でカラーにしてみる。本来ここにはセーランが3機ぎっしりと収まっていたはずだ。飛行機を降ろした後、核ノートは物資の保管場所として使われていた。この潜水艦の設計図を見た米海軍の技術者たちは驚愕したという。全長122メートル。当時、アメリカが持っていたどの潜水艦よりも大きかった。核ノート、カタパルト、水密構造、すべてが既存の潜水艦の概念を超えていた。400の14センチ、甲板砲。米兵2人が砲座に座ってポーズをとっている。横須賀にて、昭和20年10月14日に撮影された。 AI でカラーにしてみる。後方にはいつ14と401も並んでいるのが見える。潜水艦に14センチ砲を搭載するのは異例のことだった。400型は飛行機だけでなく砲撃能力も備えていた。この写真が撮られた頃、米軍の技術者たちは400型の調査に没頭していた。乗組員は質問に自由に答え、詳細な技術情報を提供したという。日本海軍がどこまでの技術を持っていたのか、アメリカはここで初めて知った。甲板後方に設置された 25mm 対空機銃。 AI でカラーにしてみる。
イオン100型は 25mm 3連装機銃を複数機搭載していた。潜水艦としては異例の中武装だ。浮上航行中に敵機に発見された場合、これで応戦する。しかし、この戦争の末期にはアメリカの航空優勢は圧倒的だった。浮上すること自体がすでに危険な行為だった。イオン100型は可能な限り先行して移動し、浮上は夜間に限った。暮れを出港した時、空襲を受けてイオン100は爆弾の直撃を受けそうになった。爆弾は岸壁に落ちたが、爆風でイオン100の砲手が顔を吹き飛ばされた。乗組員の井上はその光景を目撃し、その映像が脳裏に焼き付いて離れなかったという。イオン100の制御室、潜水艦の心臓部だ。 AI でカラーにしてみる。無数の計器、バルブ、ハンドルが壁一面に並ぶ。潜航と浮上、深度の制御をこの部屋で行う。56秒で潜航できたこの巨体をここで操っていた。南部艦長はこの制御室で最も重い決断を迫られることになる。イリゼン司令の自陳命令に従うか、命令に背いて降伏するか。南部は慎重で思慮深い指揮官だった。身長180センチを超え、端正な顔立ちで、髪はオールバックに撫でつけていた。幼くして両親を亡くし、姉と2人で育った。海軍兵学校の難関を突破した秀才で、県からわずか2名の合格者の1人だった。南部が他の艦長と違ったのは、乗組員の生活を常に気にかけていたことだ。部下は南部を信頼し、彼のためなら何でもした。命令で動かすのではなく、信頼で人を動かす。それが南部の指揮哲学だった。チェンの機関室、巨大なディーゼルエンジンが並んでいる。 AI でカラーにしてみる。4機のディーゼルエンジンがこの巨体を動かしていた。地球一周半を無補給で航行できる航続力はこれらのエンジンが支えていた。この機関室である出来事が南部の運命を変えた。終戦直前、米潜水艦セグンドに追われていたイオン01の射電エンジンが故障した。もしエンジンが壊れなければ目的地まであと10時間で着いていた。だがエンジンが止まった。速度が落ちた。そしてセグンドに追いつかれた。この偶然がなければ南部は降伏の決断を迫られることもなく、アリ泉と204名の命運は全く違ったものになっていたかもしれない。全部の魚雷室、 AI でカラーにしてみる。イオン100型は魚雷発射管を全部に8門備え、魚雷20本を搭載していた。潜水空母でありながら通常の攻撃型潜水艦としての戦闘力も持つ。南部派イオン01の艦長になる前、 E17 の副長として真珠湾攻撃に参加していた。オアフ島北方の哨戒線に配置されたが、期待した戦果は得られなかった。その後、米西海岸で SS エミディオなど商船を攻撃している。南部にとって魚雷は馴染み深い武器だった。だがイオン100型の真の武器は飛行機だった。この潜水艦は魚雷で船を沈めるのではなく、飛行機でアメリカ本土を爆撃するために作られた。この男は藤田信夫、 E25 の水上偵察機パイロットだ。 AI でカラーにしてみる。潜水艦から飛行機でアメリカ本土を爆撃する。この発想は実は藤田自身が最初に提案したものだった。真珠湾攻撃の直後、偵察専用だった水蒸気に爆弾を積めば潜水艦の手が届かない目標も攻撃できると考え、上官に書面を提出した。1942年7月、藤田は軍令部に呼び出された。待っていたのは天皇の弟高松宮だった。一階のパイロットが皇族と面会するなど前代未聞のことだった。命令はアメリカ本土を爆撃せよというものだった。ただし目標はサンフランシスコでもロサンゼルスでもなかった。オレゴン州の森林に焼夷弾を落とし大規模な山火事を起こせという命令だった。藤田は失望した。なぜ森を爆撃するのかと。だが命令は天皇の弟から直々に下されたものだった。従うしかなかった。1942年9月9日、E25 からカタパルトで射出された藤田のゼ式小型水蒸気はオレゴン州の森林上空に到達し、2発の焼夷弾を投下した。これがアメリカ合衆国本土に対する史上唯一の航空機による爆撃となった。ルックアウト空襲と呼ばれている。ただし前夜の雨で森林が湿っており、大規模な山火事にはならなかった。木が1本燃えただけだったという。帰国後、上官から当初は大火災を起こしたと褒められたが、真実がわかると木を1本折っただけではないかと叱責されたという。しかしこの話には戦後の続きがある。1962年、日本政府から突然呼び出された藤田は、アメリカ政府が
自分を探していると告げられた。戦犯として裁かれるのかと覚悟し、先祖代々の日本刀を忍ばせて渡米した。ところが、かつて爆撃したオレゴン州ブルッキングズ氏は藤田を敵国の英雄として歓迎した。藤田は自らの不明を恥じ、持っていた日本刀を友情の印として死に送った。その後も藤田はブルッキングズを何度も訪れ、1992年にはかつて爆撃した場所に植林を行った。1995年には84歳にもかかわらず、自らセスナを操縦し、かつて自分が飛んだのと同じ空路をたどってみせた。1997年、藤田は85歳で亡くなった。死去の数日前にブルッキングズ市の名誉市民となっている。遺灰の一部はかつて爆撃したオレゴンの森に埋められた。潜水艦から飛行機を飛ばし、敵国の本土を爆撃する。藤田が身をもって証明したこの発想こそがイオン100型潜水艦の原点だった。士官室の写真だ。テーブルと椅子、奥には円形の防水ハッチが見える。右側にはカーテンで仕切られた衣類掛けがある。AI でカラーにしてみる。204名の乗組員がこの鋼鉄の筒の中で暮らしていた。米軍の潜水艦にはシャワーが3つ、トイレが4つ、洗面台が半ダース以上あった。アイスクリーム製造機、映写機、日光浴用の3ランプまで備えていた。日本の潜水艦にそんなものはない。3ランプが戦争と何の関係があるのかと南部は思っただろう。イオン01の艦内は常に蒸し暑く、汗と油の匂いが充満していた。だが南部は限られた環境の中で乗組員の士気を維持し続けた。一般乗員の居住区、AI でカラーにしてみる。ハンモックや棚が所狭しと並ぶ。120日間の航海をこの狭い空間で200人以上が過ごした。有泉と南部には共通点が一つだけあった。二人とも立派な口ひげを蓄えていたことだ。有泉の口ひげは細く刈り込まれ、南部のはほとんど豪華と言えるほど立派だった。乗組員たちは南部の口ひげを映画スターのようだと褒めたという。だが二人の性格は対照的だった。有泉は任務第一の厳格な男で、目的のためなら部下の命も惜しまなかった。南部は部下の生活を第一に考え、信頼で人を動かす男だった。少量な上官の下で広い視野を持つ部下が使えるのは容易なことではなかった。だが有泉は上官であり、南部はそれに従うしかなかった。有泉龍之介、400型潜水艦の潜水隊司令だ。 AI でカラーにしてみる。武家の血を引く家柄に生まれ、天皇への忠誠と孝行が骨の髄まで染み込んでいた。海軍兵学校を出た後、潜水艦畑を歩み続けた。軍令部の潜水艦担当参謀として山本井蘇六の潜水空母構想を具体化させた人物でもある。真珠湾攻撃では特殊潜航艇の作戦を計画し、9名の戦死者を九軍神として靖国に祀らせた。だが有泉にはもう一つの顔があった。昭和19年3月26日、伊八の艦長としてセイロン沖でオランダ商船チサラック号を撃沈した。乗員102名を甲板に引き上げた後、手を縛り甲板の両側に2列に並んだ乗組員の間を歩かせた。銃剣、刀、鉄の棒で次々と殺害した。残った捕虜はロープに縛り付け、潜水艦ごと潜航して溺死させた。98名が殺された。イギリスは有泉を屠殺者と呼んだ。有泉の部下の中にも捕虜殺害を嫌悪する者はいた。だが艦長の命令は神の命令と同じだった。従わないという選択肢はなかった。この男がイオン01の機関に乗り込み、潜水隊を率いていた。上から見下ろした甲板に乗組員たちが集まっている。艦橋には400の文字が見える。 AI でカラーにしてみる。昭和20年8月15日、玉雲放送が流れた。南部は怒りに任せて手を振り上げた。声敵きを声。それが降伏を意味することは明らかだった。本当にこんな愚かなことをするのかと南部は叫んだ。有泉はさらに激怒した。少々を最後まで読みもしなかった。二人とも乗組員に降伏の事実を知らせなかった。先行を命じ、そのまま任務を続行した。翌日浮上すると、矛盾する命令が次々と無線で届いた。停戦が宣言された。だが同時に、潜水艦は任務を遂行し、敵を発見すれば攻撃せよ、という命令もあった。呉の潜水艦基地では、若い将校たちが武器庫を破って武器を持ち出し、戦争を続けさせろと要求した。6隻の潜水艦が独断で出撃した。帝国海軍は降伏を想定していなかった。何をすべきか
誰もわからなかった。南部は心の中で葛藤していた。幸福と死の間で迷った時、死を選ぶべきだと教わってきた。だが心の奥では家族の元に帰りたかった。その感情を口にすることは決してなかったが、南部もまた人間だった。米軍の監視下に置かれた乗組員たち、甲板に整列して座っている。 AI でカラーにしてみる。米潜水艦セグンドに追い詰められたい。401サゼン、エンジンの故障で速度が落ち逃げきれなくなっていた。目的地まであと10時間だった。南部には3つの選択肢があった。逃げるか。だがエンジンが治らなければ撃沈される。攻撃するか。だが不利な状況では勝ち目がない。降伏するか。だが2人ともそれだけは受け入れられなかった。そこで有泉が4つ目の選択肢を突きつけた。全員で自尽する。天皇のために死のうと。有泉にとってそれは当然の選択だった。帰還を敵に渡すわけにはいかない。名誉ある死でもある。だが南部は胸が張り裂けそうだった。戦争はもう終わった。祖国は目の前にある。それなのに204名を海に沈めるのか。天皇は国民に声敵を問えよと言った。それは帰って国を立て直せということではないのか。南部は有泉の命令に背いた。降伏を選んだ。昭和20年8月31日の早朝午前4時20分、南部は一発の銃声で目を覚ました。有泉の部屋に駆け込むと、司令は椅子に正座したまま絶命していた。清掃の軍服を着て勲章をつけ、拳銃をまだ口の中にあった。弾は天井に向けて撃たれていた。艦隊を傷つけないようにという配慮だった。最後まで几帳面な男だった。机の上には真珠湾で散った旧軍神の写真と3通の遺書が置かれていた。海軍への手紙、南部への手紙、妻への手紙。海軍宛ての遺書にはこう書かれていた。職務を全うできなかったことを深くお詫びする。私の死をもって帝国海軍の伝統を守る。乗組員が忠良な臣民として国に仕えることを信じ、日本帝国の再建を祈ると。南部宛ての遺書はこうだった。午前5時にアメリカの旗が上がる。それを見届けることは私には耐えられない。南部は涙をこらえた。有泉とは会わないことが多かった。だがこの覚悟には敬意を払わずにはいられなかった。米軍工作艦プロテウスの横に係留された400と E14。AI でカラーにしてみる。降伏した400型は横須賀に集められた。米軍の技術者たちが乗り込み、世界最大の潜水艦を徹底的に調査した。潜水艦建造の責任者だった片山少将や軍令部の藤森中佐が尋問を受け、二人とも自由に情報を提供したという。400の艦長久坂中佐が降伏の指示に抵抗する場面もあった。グアムへの開港を命じられた久坂は燃料が横須賀までしかないと主張して譲らなかった。米軍の将校が絵を描いたり単語を書いたりしてなんとか意思疎通を図ったが、久坂はガンとして動かなかった。この動画で紹介してきた内部写真の多くはこの調査の過程で撮影されたものだ。米軍は艦内の隅々まで写真に収め、全ての装備を記録した。将来のアメリカの潜水艦設計に生かすために。日本人乗組員が甲板の上で荷物を下ろしている。俵や袋、瓶が甲板を覆っている。 AI でカラーにしてみる。降伏後、乗組員たちは米軍の指示で艦内の物資を運び出した。刀も個人の所持品も没収された。日本海軍では士官の刀は制服の一部とされていたが、米軍の将校は戦利品としてそれらを集めた。ある写真にはカタパルトのレールの上に日本刀が山積みにされている。その横で米軍の将校がにやりとしている姿が残っている。400の艦長久坂が旗の交換式を見守る場面では日の丸が下ろされ星条旗が上がった。久坂は誰にも気づかれないようにそっと涙を拭った。米軍の将校はその感情に気づき珍しく同情を示したという。敵であっても艦を失う艦長の痛みは理解できたのだろう。南部が降伏を選ばなければこの光景はなかった。204名は太平洋の海底に沈んでいたかもしれない。400のレーダー装備の横に米兵が立っている。 AI でカラーにしてみる。米軍の技術者たちは400型の先進性に驚いた。レーダー、シュノーケル、水密核、ヌートウ。当時のアメリカにもこのような潜水艦は存在しなかった。昭和21年2月、400はハワイのデンドックに入れられた。熱帯の日差しの中で船底のフジツボが腐り強烈な匂いが漂った。
技術者たちは草加の元の船をくまなく調査し、内外を徹底的に撮影した。報告書は1ヶ月後にまとめられた。だが、この調査が終わった時、米軍はある決断を迫られることになる。紙面のエンジン、ハワイに開港された400の内部で最後の調査が行われていた。AI でカラーにしてみる。ソ連が日本の降伏潜水艦の技術情報を共有するよう要求してきた。冷戦の足音が聞こえ始めていた。この世界最大の潜水空母の技術がソ連の手に渡れば新たな脅威が生まれる。アメリカはそれを許すわけにはいかなかった。昭和21年6月4日、400はハワイ沖に曳航された。USS トランペットフィッシュが招待客を乗せ、魚雷3本を発射した。1本は途中で爆発したが、残りの2本が命中。PBY カタリナ飛行艇がフィルムに記録する中、鉄と泡と海水が入り混じる壮絶な爆発が起きた。400は艦尾から沈み始め、太平洋の海底に消えた。第二次世界大戦中に米軍が沈めた最後の日本潜水艦となった。2013年、ハワイ大学の深海研究所がハワイ沖の海底で400型の残骸を発見した。深海探査艇のカメラが環境に残る I4 の文字を捉えた。残りの文字は後半が剥がれて見えなくなっていたが、調査の結果、アリー済みの機関401であることが判明した。68年の眠りから覚めた世界最大の潜水空母。その技術思想は戦後の弾道ミサイル潜水艦の設計に影響を与えたとされている。潜水艦から弾道ミサイルを発射するという発想は、400型が潜水艦から飛行機を発進させたことと本質的に同じだ。400型潜水艦、一度も実戦で攻撃を行うことなく太平洋の海底に葬られた世界最大の潜水空母。だが、その存在は今なお人々を引きつけてやまない。あなたはこの潜水艦のどこに一番心を動かされただろうか。ぜひコメントで教えてほしい。